どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。連続して撮ってるんで、裏で何もやってません。前回もここのままでしたね、終わった時ね。ここは沼良の町だったっけ。ちょっと軽く歩いてみましょうか。あんたらの噂は聞いてるよ。ようこそ沼良の都へ。ああ、そうなんだ。聞いてる。普通、普段は、普通は南の大門から入国するんだけどな。へえ、城から入国してきたやつは珍しいよ。だろうな。だろうね。そりゃね。なんだ、道が分からなくなりでもしたのか。俺は忙しいんだ。その辺の暇人に聞けよ。あの将軍はね、ウーラの回し者だと思ってるらしいけど、我々3人をね。うん。なんだ、道が分からなくなりでもしたのか。俺は忙しいんだ。その辺の暇人、ああ。うん。で、それを交渉材料にするとか言ってたけど、あ、木の実か。うん。それを交渉材料にするとか言ってたけど、まあ結局そうならないわけですけどね、絶対にね。うん。回しもんじゃないんでね、ウーラの。だからウーラの石膏だとか言って思ってるわけでしょ。で、そうなった時に奴は作戦を変更しなければなりませんね、将軍もね。あっちの広場にあるでかい窓機関、窓モニターって言うんだって。あ、じゃあそういうのがあるのかな。あっと、なんか急に、この先は沼野の都の大通りだ。何か騒ぎを起こしたらすぐ捕まえてやるからな。人のいい勇者。あら、あんたたち旅の人かい。それならそこの宿屋がおすすめだよ。あ、宿屋ね。ちょっと行ってみようか。あんた聞いた。あんた聞いたっけ。さて、一休みも終わりだ。仕事に戻ろうかね。疲れた時はこの街を散歩すると気分転換になるよ。さて、いろいろ画角っていうかなんか変わっちゃうからさ。ちゃい宮殿のそばを散歩してたのに兵士に追い出されちゃったよ。好奇心の強いクエンタ。ねえねえ、あそこにキラキラしてるのが見えるんだけど、あれ何かな。えどれ。この噴水に後ろ向きで声を投げ入れると願いが叶うっていうおまじないを考えたの。どう。なんかありがちですね、そういうのね。特に調べるとかないな。キラキラ、なんかあんのかな。ちょっと今わかりませんね。うん、宿屋どこら辺だろう。何のようだ。気安く声をかけるな。すげえ衛兵の数だな。うん、なるほど。ああ、探る。まあちょっと後で一気に取ろう。うん、いっぱい話しかけられるね。また話しかけると、あれ木の実かな。話しかけると、まあこの町がどういう状況とか、で前回の終わり際ね、ちょっと話しかけたけど、女王のなんか立ち位置っていうのかな。下っ端が持ってる立ち位置っていうのかな。あ、これかな。うん、そういうのもいろいろ分かりましたよね。将軍のことだとかね。おう、お前が縫うか。違うらしいな。あ、ハープあれ。へえ。お、これはなんだ。調べる。木の実かな。いらっしゃいませ。お泊まりでしたらそちらの宿帳へお願いします。お待ちしておりました。うん。宿宿内にありますものもすべてサービスでご自分でお持ちください。これ裏でも言われたな。やれやれ、取引がまとまらないと時間がかかって困る。宿代だってただじゃないのにな。あんたに話しかけられる。私くらいになるとね、ロビーに座っただけでホテルの良し悪しがわかるのだよ。
ウーラの宿屋と違って随分豪華だ。ここにもあるね。木の実かな。このロビーも昔と変わらないの。無論花や何かは新しいものだが雰囲気は変わらん。何十年も前に一度この宿に泊まりましたの。あの頃は私たちも結婚したばかりでね。ああ、これか、サグル。いや、こんにちは。あなたもこの都は初めてですか？この宿もですが、実に優雅で居心地がいい街ですね。綺麗だね、でもね。おお、これもサグルかな。へえ。おお、なんか随分、ねえ。そろそろ出発だっていうのに、母さんは何をしてるんだか、早く出ないと夜になっちまうぞ。お、子供か？隣のが子供、あれか、親か？母さんきっとまたお化粧直してるんだよ。さっき見に行ったらまた口紅を探してたもん。へえ。で、こんなのサグルがありつつ、へえ。ウーラの時みたいに開けてみようか。失礼。おお、ずいぶんあれと違って、ウーラと違って。あ、開けられる？あ、ミントパウダー。なんかイベントっていうかムービーみたいなの始まんないかな。またこれ後で来ようか。何をするかは書いてないんだな。まあしばらく、メインストリート。いろんなつながりもまだわかんないね。変わり者が集まってる。いわゆる芸術家って人たち。そこのサロンに行けば沼野の誇る芸術家の作品は大抵見ることができるよ。へえ。これ木の実だな。なんか随分豪華な宝箱が。全くもう自分からゴンドラデートに誘っておいて一体いつまで待たせる気なのかしら。あっち側にはどうやって行くのかな。なんか始まったぞ。憧れてるイグナス。俺大きくなったら傭兵になるんだ。なんでって、ほらかっこいいじゃん。母ちゃんは店を手伝いって言うけど冗談じゃないよな。傭兵になればその辺の兵士よりずっと有名になってさ、いろんな国が味方になってくれって頼んできたりしてさ、かっこいいよな。夢だった。夢っていうか記憶。また長いぞ。また漢字読めないぞ。砦を破られるのはもはや時間の問題だった。傭兵って聞いたから、なんか傭兵時代かなんかのことかね。敵は夜明けとともに総攻撃をかけてくるだろう。味方の主要な部隊はすでに前線から大きく退却してしまった。砦に残されたのは傭兵部隊だけだった。ああ、傭兵ね。砦の死守と命じられてはいても、戦場を渡り歩いてきた傭兵たちはその命令の本当の意味をすでに知っている。饒舌な傭兵。見捨てられたってことだよな。自分の手さえ見分けられない漆黒の闇の中、トーマと名乗った傭兵は、それが饒舌な傭兵なのかな。トーマと名乗った傭兵は自重するように言った。要するに本体がもっと奥まで退却するための時間稼ぎだ。俺たちは盾になって雇い主さんに最後のご奉公をするわけだ。へへと髪をこするような笑い声が暗闇を揺らす。加山は何も答えない。
周囲には別の傭兵も何人かいるはずだが、彼らも皆じっと押し黙ったままだった。うん。あれは鼓動か。傭兵同士が戦場で語り合うことはまずない。次の戦場では敵と、味方に分かれてしまうかもしれない相手だ。特にこの砦の攻防戦のように敵の激しい攻撃にさらされ同士の時には仲間の顔を見る余裕すらない。トーマと名乗った兵士のことも彼は何も知らない。声の様子からするとまだ若い。おそらく傭兵としての経験はごく浅いのだろう。死の恐怖が迫った時に饒舌になってしまうのは心の奥底に兵士になりきれない弱さを持っているからだ。そしてほんのわずかでもそんな弱さを持った傭兵は七位っていうのかなを出して生き残ることはできない。それが戦場の掟で、トーマがその掟を知るのはあの命が断ち切られてしまう間際だろう。参ったな。しかしなあ、俺たち、明日の朝には殺されちゃうんだぜ。生まれ故郷に無言のご帰還ってやつだ。たまんねえよ、ほんとたまんねえよと。暗闇のどこからも同意する声はわからない。今さら口に出すほどの金出すほどの話ではない。傭兵の道を選んだ時点でそれは覚悟していたはずだ。幾ばっかの金と引き換えに命を売った。自分の命を一日でも長く引き延ばすために敵の命を奪い続ける。傭兵とはそういう存在で、それ以上でもそれ以下でもない。前も記憶で、夢っていうか記憶ね、傭兵の、ありましたね。これもまた、この時もまたカイマは傭兵だったわけですね。ウーラで見た時の傭兵は、これよりも前か後か相変わらずわからないんだけどね。なあ、俺の声聞こえてるかい。ここに何人いるんだい。一緒にくたばる仲間じゃないか。明日の朝には並んで死体になる運命じゃないか。黙っていないで返事をしてくれよ。誰も答えない。声の代わりに、暗闇と沈黙の中に苛立ちが混じり始めた。無言で戦場に集まり、無言で敵と戦い、そして無言で死んでいく。それが傭兵のルールだった。もしもその言葉を使うのが許されるのなら、美学と呼んでもいい。だがトーマはその美学を自ら捨てた。いろんな主人公がいますよね。それぞれ夢、記憶ね。俺は最初からダメだと思っていたんだ。あんな司令部の作戦が通じるわけがない。そう思わないか、あんたたちも。この戦はどう転んでも負け戦だ。しくじっちまったよな。どうせだったら向こうにつけばよかった。そうすれば戦勝の祝い金だってたんまりもらえたはずだし、うまい酒だって飲めた。とろけるような女を抱くことだっていくらでもできたんだ。どっちでもよかったんだ、本当に。俺どっちでもよかったのに外れくじを引いちまったんだな。暗闇の中からおいと年笠の男が言った。動機っていうのはらんだ声だった。なんだい、話し相手が見つかって一瞬弾んだトーマの声を、上から踏み潰すように男は続けた。少し黙ってろ。ベラベラ喋りたいんだったら一足先にあの世に送ってやろうか。すみません。トーマは途端にしょげてしまい、ようやく暗闇に静寂が戻った。だが静寂はピンと張り詰めた緊張をはらんでいる。トーマが喋り出すよりもうずっと深く。百戦錬磨の傭兵たちは知っている。饒舌の男には気をつけろ。饒舌はつまり言葉に頼るということだ。言葉にすがりつくということだ。そもそも戦場に言葉はいらない。沈黙の中で武器を取り、沈黙の中で身構え、沈黙の中で戦い、沈黙の中で敵を殺し、あるいは沈黙の中で殺される。傭兵たちは皆そうやって生きてきた。饒舌の男はそうではない。言葉にすがりつく者は別の何かにもあっけなくすがりついてしまう。例えば裏切りの甘い罠に、例えば敵前逃亡の誘惑に、例えば狂気にさえも逃げ込んでしまうことがある。なんかここのページっていうかヤンセンみたいだな。最後はちょっとあれだろうけど、結構ペラペラ喋るやつっていうのはさ、ねえ、ちょっとある意味寂しかったり、
自分に自信がなかったりとか、そういったのもね、見受けられないでもない。敵に包囲された恐怖に耐えきれずに錯乱して味方を襲う。そんな哀れな傭兵をカイムは何度も見てきた。友もその一人になってしまうのだろうか。可能性は大いにある。きっと他の傭兵たちも同じことを考えているのだろう。静寂な中、傭兵たちは敵と対峙する時と同じ眼差しでトーマの気配の変化を探る。不穏な気配を察したら、その途端おそらくもトーマの左胸には短剣の刃が音もなく突き刺さるだろう。沈黙が続く。夕べまで夜通し聞こえていた虫の音も虫の声も、今夜は何も聞こえない。夜明けとともに始まる敵の総攻撃に備えていち早く逃げ出してしまったのかもしれない。そういえば昨日は鳥の姿も見なかった。この地に砦を築いた頃には夜ごと食料を奪いに来た獣たちももう何日も前からいなくなっていた。動物たちは人間が失ってしまった不思議な予知能力を持っている。戦場を渡り歩いているとそれをつくづく思い知らされる。なるほど。どうやらこの砦は動物たちにも見限られてしまったらしい。今頃遠くの森では死者の肉を漁る黒い鳥が群れをなして飛び立っているかもしれない。明日はご馳走にありつけるぞ。彼らにも彼らなりの予知能力がある。おそらく日が昇りきった頃には戦闘は終わる。早く着かないと別の森から来た群れにご馳走を奪われてしまう。黒い鳥たちは夜空に身を紛れさせて一心に羽ばたいているのかもしれないんだって。トーマの声が聞こえた。すすり泣きの声だった。なあ、あんたたちここに何人いるのか知らないけど、明日の朝にはほとんどが死んじまうんだぜ。生き残って逃げられるのはせいぜい一人か二人だよ。そうだろう。分の悪い話だと思わないか。どう考えたって分が悪すぎるだろう。それはあんたたちは歴戦の勇者たちだ。怖くはないだろうさ。でもな、怖くなくても馬鹿らしいとは思わないか。なあ、教えてくれよ。あんたらは俺よりずっとたくさんの戦場を知っているんだ。教えてくれよ。俺たち何のためにここにいるんだ。敵に恨みなんかない。味方に恩義なんてない。それでも敵を殺して味方の命令に従って最後は死ぬなんて、なあ、あんたらそれでも虚しくならないのか。馬鹿らしいとは思わないのか。まあ傭兵だからな、割り切るしかないけど。暗闇の中から舌打ちが聞こえた。ああ、追いかけるように別の誰かが、苛立たしげなため息をついた。たまらないよ俺、もうこんなの嫌なんだよ。トーマの声がおえつに混じり出した。トーマの声におえつが混じり出したっていうのかな。俺はさ、金貨が欲しかっただけなんだ。人よりちょっとうまいものを食って人よりちょっと洒落た服を着て、それだけでよかったんだ。間違えたよ俺。こんな仕事やるんじゃなかった。まあ先に死にそうだよ。カイマンじっと気配を探った。暗闇の中に身を潜めている兵士は、トーマとカイマンを除いて5人。悪くない。いずれも相当の修羅場をくぐってきた男たちだろう。そうでなければトーマの並べ立てる泣き言を黙って聞いてはいられない。腹を立てて土になりつけて、胸ぐらを掴んで殴りつけて、夜明けから仕事の前に体力と気力を消耗するのがオチだ。沈黙を続けられる男たちが揃っていれば生の可能性は広がる。ただしそれは饒舌と涙に逃げ込んでしまう男が死ねまとにならなければの話だ。まずいね。トーマはまだ泣きじゃくりながら自らの運命を恨んでいる。沈黙の気配が変わった。まずいなとカイムもさらに神経を研ぎ澄ませた。夜が明けるとトーマは邪魔者になってしまう。トーマのせいで生の可能性がしぼんでしまう。傭兵たちはそれを知っている。知っているから生きる道を少しでも確保していくためには彼らどんなことでもするだろう。マジか。なあ本当にさ、俺死にたくないよ。こんなところで犬死にじゃないかよ。あんたらもそう思わないか。雲の切れ間から月の光が差した。一瞬だけトーマの泣き顔が闇に浮かび上がった。声から想像してよりもずっと若い。いや幼い。まだ少年と呼んでもいい顔立ちだった。すぐに雲が月っていうの、雲が月を隠し、辺り再び漆黒の闇に包まれた。
その闇の底で鈍い光が揺れた。カイマは無言で風のように素早く身を翻した。月明かりが照らしたほんの一瞬のうちに、すでにカイマはトーマとの距離を測っていたのだ。トーマの腕をつかむ。硬いものが足元に落ちる音がした。鈍い光が足元で光ってまた闇に溶ける。ナイフだった。死の恐怖に駆られた。トーマは自らのナイフで喉を突こうとしていたのだった。身をよじって手を振りほどこうとするトーマの溝落ちに、カイマは死闘をぶつけた。トーマは声もなく悶絶した。暗闇の中をカイムはトーマを背負ったまま歩き続けた。やがて目を覚ましたトーマは、やめてくれよ、離してくれよと足をばたつかせた。地面に下ろしてやった。時々月が出る。それで方角を確かめろ。月の沈む方向にまっすぐだ。カイマは静かに言った。どういうことだと聞くトーマに、逃げ道があるとすればその方角だけなんだと言ってやった。敵の包囲網が最も手薄なルートを選んでやった。もちろんそこを通ったからといって助かる保証は何もない。ここから先は自分の運と自分の力を信じるしかないのだ。あんたも逃げるのか。俺は戻る。お前だけ逃げればいい。なんでだよ。あんたも一緒に逃げればいいじゃないか。なあ、一緒に行こう。一緒に逃げようよ、俺と。腕にしがみつくトーマの方を、そういう音か、今の。平手を張った。頬の肉の柔らかさはやはり百戦錬磨の兵士のものではない。少年、子供のそれだ。一人で逃げろ。なんで？生きるためだ。じゃああんたはどうなんだよ。あんたも一緒に逃げればいいじゃないか。あんただって生きたいんだろう。死にたいわけじゃないんだろう。生きたい。おう、皆無か。という意志すら生きてしまうことの、いや生きてしまわなければならないことの切なさを知るには、トーマはまだ若すぎる。そして彼の背負った命は脆すぎる。俺たちは戦うことで生きてるんだ。俺たちは戦うことで生きるんだ。それが傭兵なんだ。でもお前は逃げろ。お前がいると邪魔なんだ。勝ち目なんてないんだぜ。だったら逃げればいいじゃないか。俺たちは戦うことが仕事だ。それだけ言い捨てるとカイマは来た道を引き返していった。その場に佇んでカイマの背中を見送っていたトーマもほどなく西の森の奥へ駆け出した。逃げたのかな。逃げることと戦うこと、そのどちらに生が潜んでいるのかね。カイマは知らない。知らなくていいとも思う。ただ逃げ切ってみろよ坊や。ぽつりとつぶやいてカイマは歩き続ける。東の空が少しずつ白んできた。あとわずかで、敵の総攻撃が始まるだろう。いよいよか。西の森から鳥が何羽も飛び立った。静寂の中で小さな戦いが始まったのかもしれない。哀れな傭兵は敵の背中を見せたまま倒されてしまったかもしれない。カイマは振り向かない。足も止めない。あのおしゃべりな傭兵の顔には見覚えがあった。まだ戦争が始まる前、街道沿いの市場で果物を売っていた母親孝行の息子だと市場の女たちが話していた。生き延びろよ。カイマは白んだ東の空を睨むように見つめて歩き続ける。小さな敵に背中を見せたまま倒されてしまったのかもしれない。ダメだったのかな。鳥が何羽も飛び立った。また知った顔だったんだね。よくあるね。やっぱ長く生きてるだけのことあるね。まあでも死んだかどうかわからないか。終わったね。これを見て思い出したんだね。ウーラはもう負けるって噂だぜ。俺やっぱりゴッツァに行こうかな。この言葉も久々に聞いたな。これはどう？これは木の実だな。これは木の実だよな。そっか、ダメか。お前じゃないの？お前だ。ヌー？
こいつが宮殿の前で子供が探してた犬っていうのは、自分から主の元に帰るみたいだぜ。いいね。登る？これ？そんなのもあんの？夢もいっぱい。また木の実だな。ちょっとさ、行ってみたいじゃん。また違うとこだな。帰れなくなっちゃった。こっちだったっけ？白の広場、そんな名前だったっけここ。ヌーラの、いたいた。ムーを見つけてくれてありがとう。これをお礼にあげます。やっぱ来なきゃダメだった。本当にありがとう。ほら、ムーもお礼を言いなさい。ケロオイル。ケロロンみたいな感じなの？何？これか？ケロロンたちの表面を覆っている油。あいつらはそんなのあるんだ。このゲームね、雑魚戦でもなかなかさ、考えられてるなって思う面もあるね。敵の攻撃がね。ケロロンもさ、GC をさ削り切ると5体出てくる時なんだけど、じゃないと削り切る前に倒しちゃうんだよね、こっちが。そうするなんかくしゃみしてんのか。そりゃそうだろう、ここにいれば。当たってはないのか。そうするとさ、救援要請とか言ってケロリーナってやつを呼ぶんだよ。そうするとそいつがさ、白魔使いみたいに、2回ぐらい前の動画のあいつみたいにケロロンにバリアとかなんだっけな、なんかそういうの貼っていくんだけどさ、と思って序盤からそんななのみたいな。あんた人間？一人ぼっちのチュチュ。何、私の耳が珍しいの？それ飾り物じゃなくてディズニーランドとかでやってるような。いやちょっと待って、なんかこれ変わるパターン、話が。本当？じゃあなんで話しかけたりしたの？いや全員に話しかけれてるから、いつも遊びたいな、遊ぶ。じゃあ追いかけっこしよう。私が逃げるから捕まえるのよ。あんた人間？そんな単純に捕まえ、あれ捕まっちゃった。おかしいな、私の方が足が速いのに。ちょっともうちょっと待つべきだった。まあいいや、楽しかったしついでにこれあげる。水色拾ったんだけどなんか綺麗でしょ。スロートナッツ、また遊んでね、バイバイ。あれ、なんかいろんなパターンがありそうな感じだったね。わからないけど、結構さ、ウーラもさ、なんかごちゃごちゃしてて広いなと思ったんだけど、意外とさ、こう裏でさ回ってるとさ、エリア、これは外か。エリアごとで分かれてて、今みたいに広場とかメインストリートとか。戻れるのね。あれ、なんだ赤って。いけないってやつ？戻れないんだ。戻れない。へえ。じゃあもうこの今沼良関係なんだ。沼良ってそういう位置関係か。じゃあこっちからこっちに。なんかこのさ、ワールドマップをもっとゆっくり見たいんだよな、もっとよく。アップもできないし、こうなんていうのこう自由に見たいんだけどさ。しまった、これキャンセルボタンがないんだいきなりここ行くっていうのもな。点々点出てこないでしょ。やっぱりキャンセルボタンとかなくて、いちいちこういう風にしないと戻れないんだよな。ああいう風になってるのか。海洋独立国家沼良。まずさっきの白のなんとかっていうのがあって、こっちは何でもないか。まあこれぐらいの広さなのね。
いやーこれまた大変だなとか思うんだけどさ、このゲームはそうでもないな、今んとこね。ただどうかな、こっから先はどっかあるかね。これはなんだ。あ、武器屋とかなんかそういう。お、なんかこれは、なんか高級っぽいね、確かに。任の高級な店。常連客のパヤン。いつも美しく上品に、沼野の住民ならおしゃれに気を使うのも当然ですわ。もちろんこういった高価な、品にもね。これなんだろう、一個拾ってみようか。あ、お金だったんだ。木の実じゃなくて、しっかり値を見る4シや。あのアクセサリー私に似合いそうだと思わない？こんなに高くなきゃ買っちゃうんだけどな。これ雑貨屋なの？アクセサリーだとかいろんなものが売ってな、食器みたいなのが売ってんね。あんた、お前は何しにいるんだ、ここに。なんだかこの店は怪しいんだよな。奥の部屋が何かありそうなんだが入れないし。あ、本当に？うっとり見つめるポッティ。このお店って本当に素敵よね。お値段はとっても高いけど見てるだけで楽しいわ。これもお金かな。奥か。なんか今ちらっとこれ壺、これ何も取れない。いらっしゃいませ、何を探しでしょうか。あ、それだけ聞いといて何もない。あ、ダメかね今は。じゃあもうしょうがないな。じゃあしょうがない。一体何をすればいいんだ。これ犬こんとこね。じゃあちょっとこう行ってみようか。あ、その紫。あ、これはさっき友達が屋根の上で遊んでたんだ。でも僕に登り方教えてくれなくて。あ、さっきのはしごかな。ちょっと行ってみようか。なんでずっと左見てんだ。その船にも乗れんのかな。あ、あそこに宝箱がある。さーて、何が。あ、宝箱用のあれだったんだ。さっきの人だね。あ、そっちがいけないの。こっちね。あ、スロットナッツ。スロットナッツもいい加減一つずつぐらいはね。あ、ちょっと待って。そこのゴンドラみたいの乗れない？ゴンドラっていうか船に。そっか、高低差まであると思わなかったよ。そうなってくると裏でよくよく見ないといけないね。もう少しメインを進めたいけど、どうしたらいいのかよくわかんないな。まあこの紫の店なのかどうかわかんないけど。こっちから入れんの？これまた木の実かな。こっちは何なの？路地裏に路地裏は入り組んでるが迷子にだけはなるなよ。ここに迷い込んで生きて戻った人はいないからね。マジかよおい。このおじさん悪趣味な冗談ばっかり言うんだよか。やられたよ。まあ慣れれば結構楽しいんだけどね。びっくりするだろう。だってそんな変な街なのと思って。まあ通常、まあ正規ルートで入ってみるか。お、道具屋だって。楽しそうなリリー。
あら、そこの綺麗な子何かしら。見てるだけで楽しいわね。道具屋だっけ、今雑貨屋だっけ。小さなところに気を配るのが沼野の一気さ。この店は品揃えが良くて嬉しいね。あ、入れないのかな。あそこに光ってるね。あれまだ本かな。僕の部屋にお入りにならないでください。私どもが事務室として使っておりますので。そうなんだ。じゃあダメだね。いらっしゃいませ。いろいろな品の問いを揃えており、じっくり選んでってくれと。ああ、こういうやつね。ケロダミン Z。これはすごそうだ。味方一人をケロロンにしたり。ケロロンってあのケロロンのこと？あの姿になっちゃうの？回復したりケロロンにしたりってよくわかんないけど、まあ裏で買っとこうか一通り。目回しっていう、これ状態異常なんでしょ？目回しっていうのがあるんだね。じゃあ使ってくるのかな。こういうやつね。高いね。天使の羽っていうのなんか売ってないんだね。確かウーラで売ってたな。売ってる。あれ、ちょっと待って。天使の羽だったかな。なんかさ、1000円ぐらいしたのなかったっけ。バカじゃないと思って、そんなの今買えるわけないよと思ったのがあったんだけど、あれ何だったっけ。あれ天使の羽じゃなかったっけ。なんかね、1000円ぐらいしたのがあったんだけど、勘違いかな。でも今ウーラに行けないから確認しようがないけど、1000円と思って。グランドスタッフに売ってたのかな。ちょっと覚えてない。もう全部。そっか、取り忘れた人は一応買えるようになってるんだね。これ前回拾ったね、これね。あとはそのもっと前に拾ってたね。そっか、パラライズか。前拾ったけど装備を取り返す前だったから見れなかったんだ。これを見なきゃダメか。これ。まあいいか。へえ。うん。ボギーモレイでパーティクル使ってもいいですよ。もう何回か前の動画でのあれなんだけど、ボス戦ね。夢かな。世話好きなリーナス、おかげで積み込みが早く片付いたわ。ありがとう。でもうちの荷物ばかり手伝ってたら船長に怒られるんじゃない？大丈夫？気にすんなって。これっぽっち俺たちがやればあっという間なんだから。そうそう、いつもうまい昼飯を差し入れてくれるお礼だよ。また荷物があるときは遠慮せずに言ってくれよ。やっぱそうか。ルビ振ってあるけど、この記憶にルビ振ってほしいんだよな。前にも言ったけど。また読めないぞ、漢字が何個かあるぞ。今度はどんなものかな。弱き者からの手紙。今度はカイマは何者なのかな。異教の地から旧家に嫁いだ女がいた。山あいの小さな村を出て貿易で栄える港町で働いていた村の青年が、その町で彼女と知り合い恋に落ちて結婚を誓った時に故郷の父親が倒れた。長男だった青年は帰郷するしかなかった。もちろん彼女を連れて。彼女の名前ミナという、この国の女性たちが使う名前ではない。いや、名前だけではない。肌の色も髪や瞳の色も、そして話す言葉も違う。
多くの国の人々が行き交う港町であれば、それは決して珍しい話ではなかった。何代にもわたって異国の男や女を家族として迎えてきた家はいくらでもある。まあね。だがここはとことんまで田舎なんだ。婚礼の夜、ミナを妻にした青年は言った。港町から祝いに駆けつけたカイムに、カイムとそういう知り合い、目配せして主演の席をさりげなく抜け、庭に出て夜空を振り仰ぎながらっていうのかな。難しいな。ぽつりと。長男の結婚なんて本人の意思はどうでもいいんだ。とにかく肝心なのは家だ。家と家が話し合って縁談をまとめて。なんだろうあれ、シュートとなんとなく意味わかるけどちょっとパッて出てこない。ごめんなさい。なんとかやシュートが納得するような女が嫁いでくる。うちの親父と袋もそうだったし、じいさんとばあさんもそうだった。わかるよとカイマはうなずいた。保守的な土地柄は形式ばった婚礼の儀式からも想像がつく。そして皆が親戚たちから決して歓迎された嫁ではないということも。アレックス。カイマは青年の名前を呼んだ。どうやらアレックスなんだね。なんだ。青年は夜空を見上げたまま答えた。皆を守ってやれるのはアレックス。お前しかいないんだ。分かってるさ、そんなのは。皆はいい子だ。分かってる。仲間だったのだ。三人はだって。同じ船着き場で、なるほど、それで思い出したんだね。同じ船着き場で荷下ろしをして働いていたカイムとアレックス、そして2人の行きつけの屋台街で働いていた皆、相手の国の言葉をたどたどしく話しながら思いを伝え合っていたアレックスと皆の姿は甘酸っぱさとほろ苦さとともに今もカイムの胸に残っている。なあカイム、あんたもうスースーさせてたと思うけど、ミナは本当は俺よりあんたのことを。もういいさ。カイマはアレックスの話を苦笑交じりに遮った。ミナの気持ちは分かっていた。もしもカイマがその思いに応えていたら、彼女がここへ嫁いでくることはなかっただろう。だがカイマは身を引いた。その代わりミナに思いを寄せていたアレックスの背中を押して二人向き合わせた。柄にもないキューピッド役を務めたことに後悔はない。永遠の旅を続けるカイマにはミナを愛することはできないのだから。この時はこういう気持ちの皆無だったんだね。だって結婚したことも何回かあるわけじゃん。結婚というか、結婚か。数十人の妻とどうのこうの言ってたからね。十数人だっけ。屋敷から酔っ払った親戚が姿を見せた。おい、何やってるんだアレックス。新郎がいなきゃ困るじゃないか。振り向いて、すぐに戻りますと答えるアレックスの肩をカイマはそっと叩いた。幸せにしてやってくれ、ミナを。アレックスは任せとけと笑った。こういう三角関係はね、あるね。親戚の男はほら、早く主役はドンと座ってなきゃ、今夜は一族揃って飲み明かすんだからなとアレックスの手を引いて屋敷に迎え入れる。人懐っこい笑顔の男だ。だがちらりとカイマを見て、困惑交じりの愛想笑いを浮かべる眼差しには、よそ者を警戒する光が露骨に宿っている。同じ光は皆に対してもか。皆無に向けるほどあからさまではないにしても、確かにあった。そういう村にミナは嫁いできたのだ。大丈夫か。ミナはアレックスでよかったのかね。幸せにしてやってくれ、頼んだぞ。アレックスの後ろ姿にもう一度声をかけた。だが親戚に肩を抱かれて話しかけられているアレックスの耳にはその言葉は届かなかった。船着き場で働く会も、そうか。今回は船着き場で働いてる会、アレックスを手伝いに、英語ボタンがない。船着き場で働く、なんだ、体だけか。アレックスが訪ね来たのは3ヶ月後のことだった。ちょっと買い出しの用事があったんでついでに寄ったんだ。結婚式から3ヶ月後ってこと。
アレックスはそう言っていたが、本当の要件は疲れのにじむ顔を見ただけで、皆無には見当がついた。だから、みんなは元気か。あえて軽い口調で聞いてやった。ああ、みんな元気かみたいな。アレックスは力なく笑って、いろいろあったよ、あれからと言った。ミナは、アレックスの家族としても、村の住民としても、受け入れてもらっていない。生活の習慣も違うし、様々な文化も違う。何よりミナの褐色な肌は、小さな村の中であまりにも異質だった。うーんせめて言葉だけでも通じればと思うんだけどダメなんだ。みんな一生懸命に俺たちの言葉を覚えようとしてくれるけど、おふくろや親戚は嫁がこっちに合わせるのが筋だなんて言って、おはようやありがとうありがとうって言葉さえ覚えようとしないんだから。それでもみんなは懸命にアレックスの実家やふるさとに馴染もうとしている。朝は誰よりも早起きして畑に出て、日が暮れるまで休む間もなく働き、夜も遅くまで、縫い物をする。アレックスに教えてもらった村の方言で、近所の人たちに身振り手振り交えて話しかけて、向こうの言葉がわからない時にはひたすらごめんなさいを繰り返して申し訳なさそうに微笑みを浮かべる。アレックスが話す皆のそんな姿は皆無にも想像がつく。だからこそ辛いね。ちょっと息苦しいね。たまにはうちの村に遊びに来てくれよ、皆無。皆もきっと喜ぶから。皆無は黙って曖昧にうなずくだけだった。元気づけてやってほしいんだよ、皆を。とアレックスが続けても返事をしなかった。どうした？怒ってるのか？俺は行かない。なんで？約束しただろう。皆を幸せにしてやれるのはアレックス、お前しかいないんだ。いや、でも。悪いな、時間がないんだ。夕方の出港までに荷物を全部積み込まなきゃいけないんだ。そっけなく言って仕事に戻る皆無の背中はアレックスは途方に暮れた。背中はアレックスは途方に暮れた表情で見つめる。皆無にもその気配はわかる。わかるからもう振り向くことなく仕事を続ける。やがてアレックスは立ち去った。別れの挨拶はなかった。これはどんな結末なんだよ。結婚おっと1年経ったぞ。ミナは赤ん坊を産んだよ。母親と同じ褐色の肌をした男の子だった。アレックスは再び皆無を訪ねたのはその赤ん坊がハイハイを始めた頃だった。離縁の話が出ているという。びっくりした。変わっただけかまた。離縁の話が出ているという。俺とミナの仲は問題ないんだ。俺たちは互いに愛し合ってる。それは間違いない。じゃあね。でもおふくろや親戚がとにかくこんな肌の色をした子供を後継ぎとして認めるわけにはいかないって。弟や妹の縁談にも差し支えるから、できれば赤ん坊は皆の実家で引き取ってくれないかなんて、そんなことまで言い出してるんだ。困ったもんだな。アレクサはだいぶ痩せた。家と湊の板挟みになって苦しい日々を過ごしているのだろう。だから金持ってんなら出てけばいいのにな。2人で3人でか。だが皆無には分からない。板挟みも何も自分にとって何よりも大事なものさえ確かなら、迷うことも悩むこともなく、答えは一つしか本当だよな、ありえないはずなのだ。黙々と荷物を運ぶ皆無の背中にアレクサため息交じりに言った。あんたは強い男だもんな。皆無は何も答えず、背中をきしませるような重い荷物を一人で持ち上げる。そこいらの連中なら3人がかりの荷物を一人でこなすから、200の男たちは互いに一頭を手にすることができる。一頭は荷物1個あたりで決まるので、手助けを求めたらそれだけ自分の取り分は減ってしまうのだ。だから皆無は決して弱音を吐かない。助けを求めない。どんな荷物も自分の力で背負おうとする。かつてのアレックスもそうだった。大丈夫かと周囲が声をかけても、いや、声をかければ余計に平気平気と笑って歯を食いしばりながら荷物を運ぶ男だった。アレックスね。だが今のアレックスは違う。俺は長い目で見ればこのまま皆を俺の田舎に縛り付けるのはかえって皆を不幸にするんじゃないかって気もするんだ。親戚も皆と赤ん坊の生活のことはちゃんと手当てするって言ってる。
捨てるわけじゃないし追い出すわけでもない。ただお互いのために新しい人生を。荷物を看板に、積み上げたカイムはそこで初めてアレックスを振り向いた。桟橋に佇むアレックスを見下ろす格好になった。ああ、ああ、なるほどね。うん、看板だから。お前はそれでいいのか。え、お前が納得してるんだったらそうしろよ。俺が横から口出しするようなことじゃないだろう。うん。突き放すようなカイムの言葉にアレックスは顔を歪めた。カイムはそれ以上何も言わず、すぐに仕事の続きに取り掛かった。ああ、悔しかった。ああ、そうだよな。うん、無性に腹立たしくもあった。アレックスは知らない。結婚した直後から皆は折に触れてカイムに手紙を書き送って、あ、そういうのもあったんだ。書き送っていた。手紙には嫁ぎ先で味わっている苦労は一言も書いていないか。今の暮らしがどんなに幸せか書き綴り、アレックスがどんなに自分を愛してくれるかを繰り返して、いつも手紙はこんな一文で締めくくられる。カイムは幸せな日々を過ごしているんだと信じています。しかしなかなかカイムは微妙な立場だな。うん、だから悔しい。悔しいね。うん、だから無性に腹立たしい。もともとっていうのもあるだろうしね。ましてやそういう手紙が来てたんだ。返事は出さなかった。励ましでも慰めでも、あるいは皆の悲しい嘘に、付き合った言葉でさえ何かを書き送ってしまうと、彼女の心を支える大切なものがポキンと折れてしまいそうな気がしていた。はあ、はあ、返事は出さないか。カイム、今度赤ん坊を見に来てくれよ。皆も喜ぶと思うし頼むよ。一度も言ってないのかな、やっぱり。カイムはそれには応じず看板の上からアレックスに声をかけた。そこの荷物運べるか。アレックスのそばにはカイムが今運び上げたのと同じサイズの重さの木箱が置いてあった。昔ならアレックスはためらうことなくうなずいて全身の筋肉を震わせながらも一人きりで持ち上げたはずだ。だがアレックスは一瞬気弱な表情を浮かべ、照ら笑いでそれをごまかして無理だよと言った。うん。カイムはもう何も言わない。長い友情が終わったことをかみしめる。いずれにしてもそれは永遠の生を生きるカイマにとってほんの一瞬の交わりに過ぎないのだけれど、まあね、今までの記憶夢もそうだったね。カイマはその後も果てない旅を続けることになる。旅の途中で時折過ぎ去りし日々を振り返る。アレックスアレックスとミナもすでに遠い記憶の中の住民になってしまった。深い、苦みとともによみがえる。二人はそんな種類の記憶の中に今もいる。これさ、時々さ、こういうこともあるんだけど、つまりさ、覚えてる時と覚えてない時があるみたいだな。うん。これは覚えてる時の皆無なんだね。うん。一体どれぐらいの前のことを言ってんのか知らないよ。この今思ってる今のこのね状況は10年前なのか100年前なのか知らないけど、うん、とにかく覚えてるんだ。アレックスが3度目にカイムを訪ねてきたのは赤ん坊が生まれて1年、ちょっと今私捉え間違えてたかな。ごめんなさい。A ボタンが出なくて変わっちゃった時あるからさ。アレックスが3度目にカイムを訪ねてきたのは赤ん坊が生まれて1年ほど経った頃だった。あれ、さっきも1年だったね。違ったっけ。見る影もないほど痩せこけたアレックスは、あの後だろうね、どっちにしてもね。うつろな目でカイモを見つめ、抑揚のない声で何ミナの死を告げた。自殺だった。介入するべきだったかな。なんやで。首をつったよ、あいつ。アレックスの言葉をカイムは自分でも意外なほど冷静に受け止めた。ここ何ヶ月か、ミナからの手紙が途絶えていた。アレックスの実家や故郷に受け入れられて悲しい嘘をつく必要がなくなったのか、それとももはや悲しい嘘をつくことすらできなくなったのか。結果は後者だったというわけだ。最後の最後までお袋にも俺の家にも村にも受け入れてもらえなかった。一人ぼっちだったんだ、あいつは最後まで。
涙交じりに言うアレックスの方をカイムは無言で殴りつけた。アレックスも覚悟をしていたのだろう。いささかの抵抗や防御の姿勢も見せず、カイムの拳をまともに受け止めて吹っ飛ぶように路上に倒れた。なぜだ、カイムは言った。なぜミナのことを一人ぼっちなんて呼ぶんだ。と続けて起き上がったアレックスの頬をもう一度殴りつけた。アレックスは激しく咳き込んだ。血ヘドと一緒に折れた奥歯が落ちた。分かっているのだ、カイムにも。アレックスも苦しんできた。家と妻の狭間に立たされて何とかしようともがき続けてきた。そうでなければあれほど屈強だったアレックスはこんなにも痩せてしまうはずがない。だがそれでも許せない。約束したはずなのだ。誓ったはずなのだ。ミナを幸せにする。ミナを守ってやると。それを果たせなかったアレックスを許すわけにはいかなかった。アレックスは口の周りの血を手の甲で拭いながらのろのろと立ち上がった。あんたは強いよ。いつかと同じことをあの時よりもずっと悲しげな口調で言った。でもな、おふくろや親戚の言い分だってわからないわけじゃないんだ。田舎で平穏無事に暮らすっていうのは田舎のルールやしきたりに従うってことなんだ。そのルールの中にミナのような嫁は認めないっていうのがちゃんとあったんだ。俺だってあの村で生まれ育ってきたんだ。村の掟はわかるんだよ。分かってしまうんだよ。俺はだからこんなに苦しくて弱いだろう。カイムから見たら、唾を吐きかけたくなるぐらい弱い男だろう。笑ってくれよ、殴ってくれよ、軽蔑してくれてもいい。ほら、もっと殴ってくれ。自分から顔を突き出すアレックスをカイムはさらに一発殴りつけた。今度のパンチは鼻に命中した。鼻の骨が折れたかもしれない。アレックスはその場に膝から崩れ落ちた。口からの血よりも黒ずんだ鼻血を垂らして、カイムを見上げ自重するように笑う。ミナはあんたと一緒になるべきだった。俺はそう思う。俺みたいな弱いやつじゃなくて。あんたと夫婦になってたらあいつは死なずに済んだはずさ。カイムは言葉にならない怒鳴り声を、張り上げてアレックスを胸ぐらを掴んで抱え起こした。もう一発、さらにもう一発。何度でも殴りつけてやるつもりだった。だがアレックスは胸ぐらを掴まれたまま初めてまっすぐにカイムを見つめた。なんで返事を出してやらなかったんだ、ミナに。あれ、あいつずっと待ってたんだ。あんたの返事を知ってたんだね。アレックスも全てを。田舎ってのはひどいものさ。誰が誰に手紙を出したか、その気になればすぐにわかる。みんな親戚みたいなものだからな。ミナを除けば。アレックスもその気になればミナの手紙を握りつぶすことはできたのだ。そうすればカイムの元へは悲しい嘘のかけらすら届くことはなかったのだ。だがアレックスは中身を読んだ手紙に再び封をして、そうか、読んだんだ。しかもそのままカイムの元へをとっくり続けた。ミナの悲しい嘘を飲み込み、ミナよりも先にカイムの返事を待ち続けた。なるほどね。ミナよりも先に。カイムは振りかざした拳を宙で止めてかのかな。返事なんて出せるわけないだろうと言った。なんでだ、ミナが追い詰められてるのはあんたにだって分かってただろう。あんたの一言がミナをどれだけ勇気づけてやれるか、それが分からないあんたじゃないだろう。ミナの夫はお前だ。それはそうさ。でもな、カイム、ミナの心の奥底にはずっとあんたがいたんだ。俺には分かるんだ。分かるから俺にしてやれることは一つしかなかった。まさか。はっとして拳を下ろしたカイムにアレックスは言った。書いたよ、俺が。あんたになりすまして。なんつうも頑張れ、元気を出せ、今度会いに行くからって書き続けた。あんたは強すぎるから弱いやつの気持ちがわからない。でも俺は弱い男だからわかるんだ。ミナの弱い心が。アレックスは口と鼻から血をごめんなさい。アレックスは鼻と口から血を流しながら泣いていた。何回も俺にはわからないんだ。ミナは俺の書いた手紙はあんたの手紙だと信じてくれたのかな。それでも全部わかった上で信じたふりをしていたのかな。
信じたふりをしていなきゃ生きていけないほどつらなかったのかな。俺の村で暮らす日々が。カイムは何も答えない。握りしめた拳をゆっくりと緩め、アレクサ村を掴んでいた手も離した。アレクサは一歩二歩と後ずさって距離を取り、最後の種明かしをした。一通だけあんたに送らなかった手紙がある。3ヶ月前のことだ。いやー、これはあれかな。ミナは初めてその手紙であんたにすがりついたよ。ああ、もうここから逃げ出したい。助けに来てくれ。一日でも早く。私と子供を救いに来てくれって書いてた。やっぱりそんな類のものか。だからアレクサはその手紙を捨てた。皆無にかまって返事を出した。頑張れ。その一言だけ。ミナが納屋で首をつったのはアレクサが手紙を読んだ翌日のことだった。皆無はなんていうんだ、忽然と立ち尽くすなのかな。ごめんなさい。そこに一瞬の隙ができた。アレクサは皆無の溝落ちで拳を打ち続けた。パンチと呼ぶほど強い一撃ではなかった。もしかしたら痛みは鍛え抜いた皆無の腹筋よりもむしろアレックスの拳の方が深かったのかもしれない。バカだよな俺は。頑張れだなんて、そんなの皆無みたいに強いやつにしか通じない言葉だよ。弱いやつがそれを背負わされたら仕上げて潰されるだけなんだ。まあちょっと一時期ありましたよね。リアルなあれでも頑張れっていうのはちょっととか言うのがさ、世間でさ。アレクサ泣きながらまた自重するように笑って顔を皆無の前に突き出した。殴ってくれ、構わない。気の済むまで俺を殴り飛ばしてくれ。でもなとアレクサは続けた。もしも俺がミナの最後の手紙をあんたに届けてたら、あんたは今度こそ返事を書いてくれたかい。弱いミナを受け入れてやってくれたかい。皆無には何も答えられなかった。緩んだ拳はもう二度と固まらなかった。アレックスとの話はそれで終わりだ。背中を向けて歩き出すアレックスを皆無は呼び止められなかった。ただ忽然と立ち尽くしたままなのかな。ちょっと違うような気がするけど見送った。アレックスは声が届くか届かないかの距離をとってやっと皆無を振り向いた。俺は息子をあの村で育て上げてやる。夫としては弱すぎた俺だけど、親父として今度こそ幸せにしてやる。皆無が黙ってうなずくと、腫れ上がった顔をわずかにほころばせて、またかかとを返し歩き出す。それきり皆無はもう二度とアレックスに会うことはなかった。長い果てのない旅を続けながら、皆無は時々アレックスとミナのことを思い出す。強くありたいとだけ願い続けていたあの頃の自分を、苦い思いで振り返る。今の皆無なら人の弱さを拒みはしない。人は誰もが弱いものなのだと、時には苦笑交じりに、時には切なさを込めて受け入れることができる。もう一度この旅をやり直すことができたなら、皆は知らずに済んだかもしれない。だがそれは叶わない夢に過ぎない。永遠の命を持たない人々との出会いと別れは一度きりで、だからこそ胸が熱くなるほど愛おしい。戦いと放浪を繰り返しながら、ふと自分の心に弱さへの愛が欠けていると感じた時、皆無はアレックスの心の村へ向かう。もちろんアレックスは遠い昔に亡くなっている。だがアレックスの子孫は一目でわかるか。そっか。誰もが褐色の肌をしているからだ。褐色の肌の若者が村の祭りを取り仕切る。もう今となってはね。褐色の肌の老女が若い女たちに花飾りの編み方を教えている。そして褐色の肌の子供たちはそうでない肌の色をした子供たちと一緒に無邪気に屈託なく遊んでいる。それがささやかなエピローグになるだろうか。アレックスの墓は小高い丘の上にある。ミナの墓と並んで風に吹かれている。野で摘んだ花を二人の墓に添えて、皆無はまた旅路へと戻っていく。人の強さとは何だ。その答えはまだわからない。わからないこそ今日も旅は続くのだ。覚悟だね。覚悟があれば何でもできる。
覚悟が足りなかったんじゃない、アレックスは。飛び出すって選択肢を持ったってよかったと思うけどね。しきたりとかいろいろ言ってたけど、まあ覚悟だよね。街を行き来したんだよ。まあ、どれかな。まあいろんな思いはあるにしても、まあ覚悟だよね。なかなか覚悟も持てないけど、こっちの通りは下町に、下町ってとこもあるの。その向こうには軍の港、その先はまあ行けばわかるさ。まあいろいろやっぱでかいんだな。ちょっと行ってみるか。おう、セーブポイントだぞ。おっと、これは何やだ。お、マイヤ夫妻のアトリエ。おう、アトリエ。あんたがマイヤ。妻か。この彫刻どうも。ここの線がこの目に当たる感じ。素敵じゃない。なんか変えたりするのかな。この人があれか、マイヤか。女の人だと思ったよ、マイヤって名前。いや、芸術ってのは難しいもんだよ。いざ取り掛かってみると進まないんだから。実は今スランプでね。なんかインスピレーションが湧くようなものを持ってきてくれたら、これなんかサブクエみたいな感じかな。犬みたいに作れるような気がするけど、例えばそうだな、赤い森の水晶のかけらなんかあれば新しい作品が作れるんじゃないかと思うんだ。誰か水晶のかけら持ってきてくれないかな。でここだったらここで普通さ、ゲームだったら、一般的なゲームだったらピロローンとか言ってサブクエのなんかこうね、受注みたいのがあるんだろうけど、このゲームなんだか知らないけどさ、サブクエっていう感覚がさ、一つのこのなんていうの、街の風景っていうか、それに溶け込んでるもんだから、なかなか面白いよね。今のさ、苦いなんとかってさ、なんかどっかで見たな、そういう文字で。ちょっと違うかもしれないけど、なんかで何かで見たような気がしたんだが、まあ持ってないんだけどね、持ってないけどなんかで見た気がする。赤いなんとかっていうの、ちょっと行ってみようか。話しかけたいけど、裏でもしなんかすごい重要なことっていうか面白い話が言ってたんだとしたら、それメモって次回お伝えしますよ。こんなこと言ってる人いたよって。これは港なんとか、宝箱もいろいろありそうだしね。これ木の実だな。ちょっとスルーして、どんな風なさ、まずい、夢だったら。待ってよお兄ちゃん、待ってってば。あれ、お兄ちゃんじゃない。しっかり者の視力、すいません、うちの妹がご迷惑おかけしちゃって。こらダメだろ、迷子になるぞ。風船買ってやるからちょっと待ってろって言ったろ。またか。まずい。まずい。これね、ちょっとキャンセルする。次回読む。もう時間ないからさ、キャンセル。ちょっとスクショ取っとこう。忘れないでねってやつね。それ次回読もう。ごめんね。この先、またなんかあるぞ。そういえば酒場っていうのもありそうじゃない。ここ酒場っぽくない。酒場じゃない。カディラ一家の家だって。本がいっぱいあるね。これも結構本もバカにできないからな。多少ねえ。違う、出ちゃった。そこら辺もろもろちょっとね。ここ行けない？行けんの？普通に部屋か。これも開けていろいろあるんだね。ちょっとその港があって、でその先は行けばわかるさっていうの。
これさ、出るときはさ自動で出れんのね。だけどね、場所によってはね、開けるって押さないと出れないのがあるのね。入るときも出るときも自動がありがたいんだが、なんかちょっとあんのかな。お、なんかあるぞ。これ教会か。なんかでかそうだけど家だった。なんか個人名の家なんだね。なんかあるのかな、サブクエっていうか、なんかメインストーリーというか。さあ、こっちはなんだ。あ、沼良湖。あ、港のさらに先がなんとかって言ってたっけ。セーブポイントかこれ。ちょっと全無視でこっち行くと何になる。ああ、これになる。ああ、赤い森。なんか戦いながら収集しなきゃなんないかな。なんか敵のドロップアイテムっぽいけど違うかな。よし、じゃあちょっとこっち行ってみて。その先は行けば明るさって赤い森ってことだったのかな。これも赤い森。赤い森っていうか、あ、ワールドマップじゃない。まだ街の一部か。あ、ちょっと左下よく読んでなかった。なんとかの後とか言ってた今。あ、宝箱。あっと、あ、これがメインか。珍しい色の花ね。おお、ほんとだ。どれ、一本もらっていいかな。はい。あっと、取っちゃダメ。いった。あのなあ、お子様。そういうことはダメってまず口で言うもんだ。手出すのはそれから。うるさいおっさん。いいねおっ。す。俺も帰ろう。これあなたたちが植えた花？ここに咲いてた花、すごく珍しい花だってお母さんが言ってた。なんていう花だっけ。テンダーフォーナ。あ、そうそう、それだ。テンダーフォーナ。この花枯れないんだって。へえ、綺麗だからって人間の都合で摘んだらかわいそうだってお母さん言ってた。まずい。お母さんの大好きな花なの。また夢か。幸せを呼ぶ花とも言うんだって。そっか。へ幸せを呼ぶ花って聞いたら取ってく人がいるかもしれないね。ここで咲いてるのが幸せなの。そうだね、うん。自然に咲いてるんだからそのままが一番綺麗だよね。そう言ってくれたのお姉さんだけだ。お姉さんいい人。あら、ありがとね、名前なんて言うの。私クック、こっちは弟のマック。う。クックにマックね。私はセス、よろしくね。カイム？あ、花ってあれかな。おいおい、またか。よせよ。俺たちもう立ちだろ。まだそんな目すんのかよ。あ、花の夢あったね。咲いていたえ、あの時。そうだったっけ。あの時っていつ？あ、見ろよ、さっき方面になった連中だ。うん。どうも怪しいぜ。何してんだ。こっち来ないで。お花が。花。そうよ。絡むなら他で絡んでほしいよね。おい、あれはテンダーフォーナだ。うん幸せを呼ぶ花だ。知らないのか。おなんか今なんか今さては例の彼女にか。ああ、そうさ。この花を持って口説くのも一興だろうぜ。奴と同じ思考レベルだったか。おい、お前ら。そういうとこに反応しないの。はい、すいません。取っちゃダメ。なんだこの鍵。ほら、どけよ。なんてやつらだ。大丈夫？あっと、おい、大人げねえな。相手は子供だぜ。落ち着いてくれよ。よそ者め。沼らの土地に生えているものは我ら沼ら軍部が掌握して叱るべきものと思え。たかが花じゃねえか。バカバカしいぜ。こんなことで小競り合いとはよ。なんだお前は。どけよ。いいだろう、2、3本持ってくぐらいよ。ダメ。
なんだガキ、聞こえねえな。絶対ダメ。聞こえねえな。かわいいね、突っ張ってやがる。なんだ。あ、おお。マック。どうかしてるぜ。何をそんなに一生懸命になってる。かわいいね。食ってやろうか。よそ者におかしなガキの組み合わせか。さっさといなくなってくれねえか。ヌマラが汚れるんだよ。なんだと。おお、やるね。てめえらこそとっとと失せろ、この抜け作。てめえらの息で花が枯れちまうだろうが。おお、やるね。気に入った。おいガキ、沼ら兵相手にその口の利き方はなんだ。子供だからって容赦はしねえぞ。いや、まさかやるの。まあやるか。あ、結構いるな。その威勢いつまで続くかな。騎馬兵みたいのがいるぞ。騎馬兵だった。マジかよ。時間がなくなってきてしまったぞ。まあちょっとこれでも見てみるか。ああ、まあこういう感じか。ドロップアイテムね。なんかちょっと変えたかったんだが、何を変えようとしてたか忘れちゃった。一回じゃ倒せないな。特にこれがヤバそうだけどバックだからな。少し耐えられる。前と同じ作戦でいくかな。ちょっと待ってよ。前でって裏でやり直してた時の話なんですけど、前回言ったっけ。ああ、そっか、あれが使えないのか。じゃあ今変えるか。バカにしてると集中攻撃ですぐ HP なくなっちゃうからな。違う、今何した。ああ、これまあそうだな。よし、なんで範囲攻撃なのに選ぶ必要があるのか未だに理解に苦しむけど、なんでもいいんだけど、あれを使ってこないだろうな、状態以上。あ、これがあんのか。前もらったやつね。でも1体だけだろう。これで、5回分の攻撃をまずしのぎ切るだけのあれが残ってるかな。ああ、よりによって、ああ、これはきついな。まずい。死んだかな。続けるしかない。でもまた受け続けるかな。あ、ちょっと入り込んでるか。あ、でも牙が先か。牙はやっぱ速いのかな、スピードが。よっとでヒールが先か。あんまり入んないね。これで少しは生存率が高まった。まだ3体分受けなきゃいけないから、やっぱり後衛がまずいな。 GP が減ってきたから。これでどれぐらい入るかな、ランダムの。よし、あと1体ずつ潰していくか。
えーっと何になってんだっけ。いや違う違う違う、ライトレンズか。これも育てなきゃいけないからね。1体ずつ確実に潰していこう。牙は耐えられるかな。まあ牙は後にするか。牙は先に来ちゃうんだ。早いね。ダメか。じゃあね。でも倒せるか。もうそろそろ GC がうまくいかないね。まずいね。よし、あとはお前らだ。おっと、これはまずい。次突進来たら死ぬな。マジかよ。魔法のが効くかなって言っても大した魔法じゃないしな。これしたところでな。ちょっと待て。もしヤンセンに飛んできたらやばいな。もう GC もないから突進もやばい。まずい。あいつどれぐらいあるんだっけ。変えるのめんどくさいな。セスでいけるだろう。ヒールポットか。ヒールポットなくなっちゃうよ。変えるかな、店で。またグッドか。今回はパーフェクトが出ないな。ああいう風にポロッと落ちるの。よし。うわっそう GC がないから余計。これは後手後手に回っちゃうね。次セス一回やらせなきゃいけないかも。ヤンセンとか。よし。ああ来ちゃった。待って、カウンターが飛んできてんのまさか。ちょっと待って、焦ってるよ。あ、そっかそっか。参ったな。でもこれでいけるだろう。でもこいつ遅いからな。もう一発ヤンセンに飛んできたらどうしよ迷惑かけたね。う。カイム以外は死んでしまう。あ、そっちから。よし、いった。よかった。ドロップアイテムどうかな。おお、もらえたか。おお、随分経験値入ったね。ってことは17っていうのはこの土地において全くもって適正だっていうことを意味してるね。それがどこまで適正なのかによる。18、19ぐらいまでなのかな。赤い森とかはまた別だろうけどね。ちょっとみっともなかったけど勝てたよ。やはりただの旅人ではないな。必ず正体を暴いてやるぞ。覚えてろ。まあでもいちいち覚えてられんかってんだこのスカタン。石膏って言えば石膏だしな。お姉さんたち。まあね。死んだけどね。あいつら伊達に長生きしてねえからな。なんかお礼がしたいな。なあマック。うちに来てもらうか。うちに。そう何にもないけどちゃんとお礼がしたいんだ。だとさ、どうするよカイム。先を急ああいいじゃない、少しぐらい。本当だぜカイム。お前ちょっと硬すぎ。言っちゃって。ああ花見たしね。聞いて。決まりだね。そうそう、たまには人間らしいとこで息抜きしねえとな。私たちの家はね、この道をまっすぐ行って
正面に海が見えたら左に曲がるんだ。青い、ちょっと覚えらんないよ。青い扉の家だから出た。これ何度か表示しないようにすぐに分かるよ。すぐ分かるよ。あ、ちょっと5軒の自由に。じゃあここまでにしとこう。もうちょっと待ち。これさ、夢をさ読まない人もいるかもしんないじゃん。なったねこれね。あれはムービーで必ず見るあれだったっけ、もうちょっと覚えてないけど、さっきの崖のところ花なんか咲いてたかな、前のムービーで。どうだったかな。では今回はここ、あ、そっか、これ地図開け、ちょっと待って、違う A と B 間違えちゃう。ああ、そういうとこに行くの。ここまさか敵いないよね。まずいぞこの状況じゃ。まさかと思うけどここ敵がいないよね。まさかムービー始まっちゃうかな。はあはあ、ゴーストタウンね。なんかちょっと怖いな。ゴーストタウンなんかだったら敵がいそうだなでは、ちょっと裏でね、いろいろ回ってみます。で多分夢とかにもぶち当たっちゃうかもしれない。でそしたら後でまたお見せしますねと言っても、夢を見る時の前段、ちょっとほら街の人たちが話して、でそれを見て思い出すわけじゃん。でそのやり取りっていうのはもう戻れないから、どっかのセーブポイントから戻るかなんか無理やりして、細かくセーブしながら、ちょっとやっていこうかな。でこの先に進むのはちょっとあれかな、その子の家に行くんでしょ。っていう感じかな。では今回もご視聴いただきありがとうございました。なんかいろいろね、でもなんかもう終わろうと思ってたんだけど、なんかちょっとメインが進んでよかったよ。このゲームメインもどうしていいか分かんない時あるね。では、長い間じゃない長い時間ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。